こんにちは。今日はズボンの裾を手縫いで縫い上げる方法をご紹介します。学生服やスーツ、このようなカジュアルなタイプのズボンの裾もご自宅で簡単に縫い上げることができます。こちらが縫い上げる前のもので、こちらが縫い上げた後のものになります。このように縫い目も目立たず綺麗に仕上がります。短い時間で簡単にできますので、ぜひお試しください。まず必ず試着をするようにしてください。試着をしたズボンの裾を折り返してちょうどいい長さを決めます。待ち針または安全ピンで留めます。折り返した裾の幅が6センチなので、今回6センチ短くしていきます。安全ピンを外してズボンの裾を元に戻したら、ズボンを裏返しにひっくり返します。ズボンにチャコペンで印をします。印をする前に、こちらの生地とこちらの生地がずれないように待ち針で固定をします。この脇の線と反対側の脇の線をこのように合わせて待ち針で留めます。裾の位置もずれないようにこの2枚の生地の裾を合わせて待ち針で留めておきます。今回6センチ短くしたいので、裾から6センチの位置に線を引きます。この線が出来上がり線になります。この出来上がり線に縫い代を追加します。縫い代の幅はズボンの折り返している幅を参考にしてください。こちらのズボンの場合、この幅が4センチですので、4センチプラス三つ折りにするために1センチ追加して縫い代は5センチになります。こちらのズボンの場合、この幅が3センチですので、3センチに三つ折りにするために1センチ追加して縫い代は4センチになります。この出来上がり線に縫い代を追加して線を引きます。今回縫い代は5センチ追加します。出来上がり線に縫い代を追加した位置でカットします。間違えて出来上がり線でカットしないように気をつけてください。出来上がり線でカットしてしまうと短くなるのでご注意ください。今回薄い生地なので重ねた状態で一気にカットしていきます。もし厚い生地で一気にカットするのが難しいようでしたら、裏側にも同じように線を引いて一気に切らずにくるっと一周カットするようにしてください。このような感じで2枚まとめてカットしました。もともとの折り返した縫い代がついている状態なので、こちらは外していきます。カットする線が縫い代にかからない方はこちらの縫い代をほどく必要はありません。ここをカットするだけで大丈夫です。リッパーや目打ちを使って外していきます。裾の折り返していたところを外しました。この脇の線のところですが、ここをカットした状態なので、このままですと左右に引っ張った時にこの糸がほどけてきてしまうので、この脇の線がほどけないようにこのように縫っておいてください。こうすることでここを引っ張ってもこの糸がほどけないようになっています。反対側の脇の線も同じように縫っておいてください。
ミシンの線のところで縫います。こんな感じで縫っています。出来上がり線に合わせて裾から5センチ折り返してアイロンをかけます。生地によっては熱に弱いものもありますので、アイロンの温度は低めに設定していただくことをお勧めします。念のため目立たないところで一度アイロンをかけてもらうのがおすすめです。一度開いて、今度は端から1センチ折り返してアイロンをかけます。この1センチ、5センチのアイロンの線で2度折り返して待ち針で留めます。その際にこの脇の線とこちらの脇の線をぴったりと合わせて待ち針で留めます。反対側も同様に1センチとこの5センチの出来上がり線で折り返して、この脇の線をぴったりと合わせて待ち針で留めます。残りの箇所にも待ち針を打っていきます。待ち針を1周留めていきました。まつり縫いで縫っていきます。糸は本体に色の近いものを使用します。今回は分かりやすいように赤い糸を使用して縫っていきます。糸は1本取りです。玉結びをします。この脇の線のところから縫っていきます。まず裾側の折れ山のところに裏側から針を通します。そしてこちらの縫い代のところをすくいます。そして5ミリほど隣の折り山をざっくりとすくいます。さらに5ミリほど進んだところの本体の生地を小さくすくいます。この時に生地の糸を1、2本すくうような感じで小さくすくってください。この時糸をぎゅーっと引いてしまうと表にシワが寄ってしまうので、糸は軽く引いてください。そしてここから5ミリ進んだところの折れ山をざっくりとすくいます。そしてここから5ミリ進んだ本体を小さくすくいます。そして5ミリ先の折れ山をざっくりとすくって5ミリ進んで本体の生地を小さくすくいます。強く引っ張りすぎないように糸は優しく引いてください。表から見るとこのようになっています。このような要領で1周縫っていきます。1周縫っていきました。玉留めをします。玉留めが見えないように裏側から針を刺して糸をカットします。完成です。このように仕上がっています。赤い糸で縫っているので目立ちますが、同系色の糸で縫っていただくとあまり目立たず綺麗に仕上がります。表にひっくり返してみます。表にひっくり返すとこのようにシワがなく綺麗に仕上がっています。赤い糸を使用したので少し糸が見えるところもありますが、
同系色の糸で縫っていただくとほとんどわからないかと思います。最後にここの膨らみが気になる方は当て布をした状態で上からアイロンで押さえてください。当て布をせずにアイロンをすると生地によっては表面がテカテカしたり熱に弱い生地もありますので、当て布を使うことをお勧めします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのいいねやコメントが次の動画作りの励みになっています。リクエストがあればぜひコメント欄へお寄せください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。